上島、心人と言いますかね、心が一体になった人なんですよね。で、伝承のことを言いますと、伝承はね、まあ、本当にしなくてもしてもいいんですよ。塚原牧伝なんです。で塚原牧伝、宮本さんのお師匠さんいますね。塚原牧伝の生まれ変わり。ね。だから、もうあそこの塚原牧伝の時でもお経を極めて相当素晴らしい方ですね。武道家。それが磨きに磨きをかけてね、それで宗教的に深くなって、それで今の合気道ができてるわけですね。そういうわけです。ね。それから、猿出し子っていうのはね、鼻の高いから猿出し子、キリストの生まれ変わり、それと違います、全然。猿出し子というのは、つなぎの役目なんですね。清めのね、つなぎ、要するになんていうか、天と地をつなぐ役目でもあるし、横のつなぎでもあるしね、つなぎ、気を流す、つないでいくというね、そういうその役目なんですよ。の神様の名前です。だから、形がどうとかっていう意味じゃありませんね。その役目の名前です。ね。道祖神とも言いますね。道の高にこう、田舎なんか行くと道祖神で、この石が立ってますね。道案内の神様っていうも言います。ね。天狗の先祖っていう意味でもないんですよ。そういうわけ。それで、上島先生はそういう役目だったね。こう、つなぎの、天と地をつなぐ役目でもあるし、横のつなぎをする役目でもあるしね。そういう役目だった。清めの役目も入ってるわけです。で、その一つの清めの方の、働き手としては、サムハラ竜王って言ってね、竜神のですね、竜神の姿した清めの役目でこう来る大竜王がいるんですね。それが猿出し子と重なって上島先生をに合気道をね授けたわけですよね。わかります？そういうことです。だからああいう人はまあめったに現れることはありませんですね。だから今合気道の道場でも上島先生、森平先生になれる人はいないと思うんですよね。それでいいですか？うん。これはまあしつこいかもしれないんですけれども、塚原牧伝先生の生まれ変わりっていうことは、まあ、先生から話を伺えば、なるほどなと思うんですが、今まではとても想像してなかったんですが、そういうことは、亡くなられた上島先生自身は、ご自分でですね、ああいう方だから気づいておられたのか、そういうことをもし自覚されたんだったら、それは、いくつぐらいの頃からか、その辺は、そうですね。自覚という形じゃないでしょうね。薄い感じでしょうね。それでもっと先のことを考える。ですから、伝承のことよりもね、もっと多くのね、いわゆる猿出し子とか、サムハラ竜王とかね、そういう心霊そのものの方を考えますからね。だから、中はあってもなくてもいいと思ってますよね。伝承の生まれ変わりの中はですね、それはいらない。ずーっと奥の元の働きの方を重要視してましたね。だから、うすうす感じたぐらいのもんじゃないですか。ね。私は霊感でずーっとこうやって見てると、ずーっとそれが通ってくるからわかるけどね。だからそのこと自身はどうでもいいんですよね。いいですか？そのこと自身はどうでもいいけれども、上島先生の体というものが、ね、サムハラ竜王、あるいは猿出し子の、ね、心霊の体とピタリと一つになってる。ね。ということは、もう体がなくて霊体になっていたということですよね。それでなかったらあれだけのことはできません、絶対に。ね。それで上島先生の言うのは、ね、合気道の技という、技って言うとおかしい合気道というものはね、どうしたらできるか先生のこの柏手と同じですって言うんです。先生は柏手を打たれるのと同じ原理だって。ね。それはどういうことかと言いますと、私が柏手を打つときには肉体でいつも打ってません。肉体で打つんじゃなくて、ね、光が神様のが流れてきた光がスーッと自然になるわけですね。だから力も何にも入れてないわけです。全然力んでもいないから力も入れてない。自然になる。それで響きが大きい人がもうどこまでも大きくなる。ね。普通の人間の何百倍ってエネルギーだと、機械に測ればそう出てくるでしょ。何百倍どころじゃないわけで、無限倍になるわけですけどね。機械に測ればデータですと何百倍って。ね。こんな小さいのですと。上島先生も小さな体で、私よりも小さいくらいですよね。ところが、肉体がもう、の波動がないんだからね。霊体がそのまま出てんだ。霊体っていうのは肉体でどんってずっと大きいんですからね。どんなに天竜がかかってきようと、大勢かかってきようと、そんなもの、ずーっ
っと大きいんで、このうちだな、うちとしますね。うちを10人で押したって崩れはしませんよね。だからこんなうちのこの際も全然大きいんですから、いくらを2つしたって動きはしませんね。大盤石とないですね。それで波動とすれば霊妙不可思議なもんだから、こうやればスッと、ね、要するに波動が合うから、要するに肉体と肉体だから押しは倒れるんですよね。霊体いくら押したってどうしようもないもんね。動きもしないや。全然押された感じがしてやしますよね、上島先生の。何にも触った感じじゃないですよ。あれは。ね、私が感じるのに。触られたって感じじゃない。ただ、なんかね、波動がちょこちょこちょこってしてるぐらいなんで、別にどうってことはない。何に押したって。だからみんなさーっとすっとんじゃう。だから人間は肉体を超えて霊体になっちまえばね、人のできないことができるわけですね。でもただそれなろうってただそればかり思ったってダメなんで、日曜3時で当たり前のね、ことを素直にやってると、天命があればそうなる。天命がなければそういう形じゃないわけですね。で、上島先生の天命の人はなかなか出てこないと思いますね。そういうこと。ありがとうございます。